はい、こんにちは。道にあるちょっと古いもののパパゲンです。いつもご視聴ありがとうございます。こんにちはなんて言ってしまったんですけど、実はもう今収録時点夜なんですけどね。ただ、なんていうのかな。これから紹介する写真とか動画がね、だいたい昼間撮ってるものなんで、まあ、こんにちはの方がいいかなとかって思いましてね。で、まあ夜なのでね、まあもういいだろうという感じで、こんなものも用意してあります。もう今日はね、これ飲みながらやろうかなとかって思ってるんですけど、飲みながらやろうかなって言っても、まあ別にね、まあライブ放送じゃないわけなんですけど、よいしょと言いながらもう開けてしまいました。いや、最近ね、更新ペースが若干落ちてますけどね、それなぜかって言いますとね、前も言ったと思いますけど、動画ソフト変更しましてね、その新しい動画ソフトがなかなかうまく使えるようにならない。そうそう、ソフトはね、ダヴィンチリゾルブってやつなんですけどね。で、カット編集は、まあできるようになった。というか、カットはね、むしろ随分楽です。ただね、エフェクト系が全然うまく使えないんだよな。めんどくさいんだよな。慣れてないだけなんだと思うんですけどね。うまく自由に使いこなせません。ということで、ちょっとね、心が折れ気味なんですよ。今日これから紹介しようっていう動画はね、もう3年近く前に撮ったもので、まあ、その頃はナレーション入れるなんてこと考えてもいなかったんでね、こうずっと黙って、ずっとだけ4分ほど撮ってるやつなんですけどね。なので、これで、またこれからナレーション入れなきゃならないわけなんですけど、このまたナレーションのね、原稿を書くのが大変なんですよ。ということで、今回はもう、原稿を書くのも手抜きです。飲みながらペラペラ調子よく喋っちゃおうかなとかって思ってます。まあ、そんな感じになりますけども、もうすいません。勘弁してください。手抜き。そんな感じで進めたいと思います。まずはね、隧道にたどり着くまでの道のりから行きたいと思います。じゃあ説明開始します。よろしくお願いします。ここは千葉県の市原市です。田淵ってこうあるけどわかるかな？この田淵って言いますとピンとくる方いらっしゃるかと思うんですけど、例のチバニアンですね。まあ、チバニアンっていうのは時代区分だから正確じゃないのか。なんだっけかな。千葉セクションとかいうのかな。地磁気逆転地層とかってそんな名称もあるみたいですけどね。それがここら辺なんですよね。で、今回の隧道はですね、ここです。地理院の地図には隧道の表記ないんですけど、でも実際はここにあるんですよね。この日はどうしたんだっけかな。まだね、千葉ニアン話題にはなっていたけど、今ほど混み合ってはいなかったんですよ。ですんでね、この田淵の公民館っていうのがここら辺にあるんですけどね。田淵の公民館に自転車を止めて、県道をヒュ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 って南下しましてね。そしてここから入っていくんですよ。こうやっていきます。ちなみにここ、南側に県育成牧場ってありますけどね。正確には乳牛育成牧場っていうのかな。まあ、千葉県の施設らしいです。で、この道は本当は、この先さらに行きますと、この乳牛育成牧場の周りをぐるりと一周できるんですけどね。何年前かな。7、8年前に行った時は、ここ一周できたんですけど、3年前に行った時はね、もうここら辺がやぶかしてて、ちょっと苦しかったです。もう行くのやめました。引き返しました。ということで、こんな感じなんですけどね。次にじゃあ今度は写真で見ていきましょう。はい、これが県道の写真です。南下してきたところね。で、この先の真ん中に写ってるね、工場の、これプレハブかな？ここの脇の道を入ってきます。入っていくとね、こんな感じの一車線幅の、一応舗装されてるんでね、走るのには問題がないんですけど、対向車来たら避けるところが全然ないです。ちょっと正直言って車ではあまり入りたくない道ですね。で、この道からね、左手を見ますと、この奥の山の手前のとこかな。ここのところに川が流れてます。この川はね、養老川の支流の沢川っていう川なんですけどね。で、この沢川とこの道がね、まあ、つかず離れずと言いますか、近寄ったり離れたりしながらね、山奥の方に入ってきます。しばらく進みますとね、橋が現れます。これが国本橋って言うんですけどね、まあ、そのまま地名から名前取られてますね。国本橋を渡りますとすぐ先、これ吉堀の滝っていうのかな。こんな感じの滝なんですけどね。まあ、滝といってもね、まあ、こんな感じで水がちょろちょろ流れてるぐらいなんですけどね。大雨の後なんかだと少しは
見応えがある滝になるのかな、どうなのかな。ただね、滝これだけじゃないんですよ。また少し先に行きますと、牛堀の滝っていうんですかね。これが現れます。牛堀の滝って同じ名前でもう一つ、どこだっけかな、あったんですよね。で、そっちの方が有名みたいなんですけど、だからこれ、穀本牛堀の滝ってなってるのかもしれないですけどね。ここの奥のここから降りていくと滝に行くことができるんですね。次の写真行きましょう。もうこれ右手にこれ滝見えてますよね、これ。でね、ここね、降りていくとですね、実は一回降りたことがあるんですけど、登るのが意外と大変でした。で、しかもね、これ行った時、スニーカーだったんでね、ちょっとね、その時もあんまり近くまで寄らなかったんですけどね。やっぱりここもあまり水量多くないですよね。ただね、ここ行きますとね、なぜか、ザーザーザーってすごい音がするんですよ。なぜかと言いますと、実はこの奥に砂防ダムがあるんですよね。その砂防ダムから流れ落ちてくる水の音がね、結構盛大に聞こえてきます。で、この滝なんですけどね、もうちょっと上の方まで伸びているのような感じなんですよ。でも、ちゃんとよく見てなかったですね。もうちょっとちゃんと見とけよとかって今になって思いますけどね。ここなんか見ると、ほら、まだなんか上の段があるんですよね。ということで、じゃあ次に進みましょう。牛堀の滝を後にしますとね、なんかいい感じの、道マニア的にね、美味しいものが出てくるんですね。すごい見事に垂直。さらに進みますと、この右奥なんかあるのかななんて覗き込んだりしたんですけど、特に特別なものはありませんでした。ということで、このね、沢を覗き込んでるところから動画始まりますので、ご覧くださいませ。ということで、これ、先ほども言いました通りね、沢を覗いているところです。ちょっと小さい滝みたいなのがありますけどね。これは、来た方向、県道側の方向です。そして、これから繰り返って、進行方向ですね。ここを先に進みますと、現れます。現れます。出てくる、出てくる。出てきた。コンクリートのポータルのね、これだけ見るとね、なんだよ、ただのつまんねえトンネルじゃないかよとかって思われるかもしれませんけどね、ここでまだ、見捨てないでくださいね。ここで、別の動画に飛んじゃうとね、損しますよ。これから現れるのはね、なんと、暴走で、ここにしかない、暴走でここでしか見られないっていう光景ですからね。ちなみにですね、トンネルの名前は、これは梨ヶ塚隧道と言います。竣工したのは1958年、昭和33年ですね。で、1996年に、1996年、平成8年ですね。ここで一回改修を受けたそうです。で、おそらくその時にこの姿になったんじゃないかと思いますけどね。延長は 37.6 メートル、約38メートルですね。ここ、あれですね、変額あったんでしょうけど、多分起こったんだと思います。時々これ変額って落ちるみたいですね。一度ね、落ちてるっていうか、落ちる瞬間は見たことないんですけど、落っこってバキバキに割れてるのを見たことあります。拾って帰りました。機会があったら自慢したいと思います。で、そう、もうこれで分かったかな。このウキウキのことじゃないんですよ。千葉県唯一。これ分かるかな？分かります？今の分かったかな？何が言いたいか。もう一回くるって、ダメだな。振り返んないな。振り返った。はい。ここでね、六角形なんですよ。断面が六角形なんですね。房総半島の隧道って言いますと、房総半島の隧道の断面ね。先日紹介した、柿の木台第二隧道。丸かったですね。円でしたね。それから三角形なんかもちょこちょこあるんですよ。今ちょっととっさに名前出てこないんだけど。それから四角形。これも前に紹介したことありましたね。真四角のやつね。あそこ、大網白里町にある伊佐子田隧道とかね。それから五角形。五角形はもう観音堀ですからね。房総名物。意外と数は少ないんですけど、永正寺隧道とか、柿の木台第一隧道とかね。以前紹介したことありますけど。でもね、六角形は多分ここだけです。というかね、
房総にここしかないってことは、全国的に見ても、まず他にない、あってもすごく少ないと思います。と、力説してるんですけどね。ひょっとしたら崩れて六角形風になっちゃっただけなのかもしれないけど、それ言っちゃあね、あれなんですけど、でも確かに六角形だ。現状、事実として六角形です。ということで、どうだったでしょうかね。多分ね、刺激的なタイトル、これから考えますけどね、つけるんですけど、これなら納得していただけるんじゃないかななんて思います。いやー、これね、今見直してみたら2017年の7月でした。そう、暑かったんだよな、多分な。もう忘れちゃったけど、そうだ、この日、ここで自転車でね、こけましてね、一回転してね、T シャツ破れたななんて、今思い出しましたけどね。こんな感じでございます。隧道は以上なんですけど、ついでですからもうちょっと先の方まで行ってみましょう。隧道を抜けまして200メートルほどで舗装終了です。で、ここちょっとこの写真だと分かりづらいんですけどね、一応 T 字路になってるんですよ。で、ここ右曲がりますと、先ほど言いましたけどね、乳牛育成牧場をぐるっと一周する道の方に行きます。ただね、この先はもうちょっと、この時は、もう藪がひどくて進めない状態でした。でね、左の方の道ね、この時は行ってみたんですよ。で、少し進みますと、なんか現れたんですね。これなんだとかって思いましてね。で、階段を登ってみますと、こうなりました。要はため池ですね。何のことはない。実は後で地図見てみるとね、普通に載ってました。いや、うまいですね。ということで今回の動画は以上になります。ビールもうなんだかんだ言いながら4分の1くらいしか残ってないんですけどね。これから編集します。やっぱりでも酒が入るとね、なんだかんだ言いながら調子よく喋れますね。ってなんかそれじゃまるでアル中みたいですね。なんかでもどうなんだろうな、グダグダになったら、どうしよう。たまにはそういう動画があってもいいんじゃないですかね。ということで今回の動画は以上になります。この動画まあまあだと思ったら高評価。もう良かったらなんて言いませんから。それからクソだと思ったらこれ。しょうがない。で、よかったらチャンネル登録もお願いします。ということで今回もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。